皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は富士見アバルト500の完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周。表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周。3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にマスキングと塗装です。主にウィンドウ関連の塗装となります。まずは一体成形となっているウィンドウですが、このまま取り付けると浮いてしまうので、リアをカットし、歪みを緩和していきます。調光ブレードで筋を入れ、エッチングソーでカット。カットした部分はヤスリで調整しておきます。続いてはウィンドウ内側のクロセラ部分ですが、こちらは付属のテンプレートを使いたいところですが、全く合わないので、表面から水性ペンでもある
リアルタッチマーカーで筋を描き、そこにマスキングテープを貼り付け、描いたものを転写。転写ができたらデザインナイフでカットし、今度は裏面から貼り付けてマスキング完了です。リアのハイマウントランプは黒セラ塗装前にクリアレッド、エナメルシルバーの順で塗装をしておきます。ボディのウィンドウモールも塗装をするのでマスキング。大まかにマスキングをし、余分なところをデザインナイフでカット。その後エボブラックで黒セラ塗装。ついでにテールもマスキングを経てクリアレッドを塗装しておきました。次にボディとシャシーの合体までです。合体前に取り付けておいておかなければいけないパーツを仕上げていきます。前後リフレクターには説明書指定通りクリアオレンジを、サイドミラーはセミグロスブラックを塗装しておきます。塗装が済んだら各部を取り付けです。リフレクターにフロントガーニッシュ、フロントバンパーのサイド部分はディティールアップできそうでしたので、ジャンクからメッシュ素材をカットし、両面テープで取り付けておきました。最後にウィンドウを前後取り付け、ルームミラーも取り付けたら、シャシーとボディを合体。パート1にて仮組みの際、しっかり取り付けられるように調整しておいたので、取り付けはスムーズです。最後に仕上げです。残ったパーツを取り付けていきましょう。その前にやり残したことがあります。前後のシンボルであるエンブレム類の仕上げです。エンブレムは前後ともにマスキングを経てクロームマーカーで塗装。フロントのクロームラインとリアのガーニッシュは長谷川のミラーフィニッシュをカットしたものを貼り付けて、軟化剤でフィニッシュを柔らかくし、ボディにしっかりフィットさせます。しっかりフィットできたらデザインナイフでカットし、余分な部分を削除。その後各種パーツを取り付けていきます。前後レンズ類はフォーアーティストマーカーブラックで縁取りしたものを取り付け、遮明プレートを取り付けたら今度はシャシーです。マフラー類を取り付けた後、自作したホイールを取り付けていきます。その後サイドミラーを取り付けたらいよいよオーラス。塗装やメッキ仕上げが終わったエンブレムにデカールを貼り付け、レジンを流し込み、ブラックライトを照射。しっかりエンブレムを保護したら、配給パーツのマイナスモールドをキーシリンダーへ。ウィンドウにはワイパーを取り付け、軽く磨き上げ完成です。塗料メーカーのショーアップから新発売された塗料を試したく制作したアバルト500ですが、完成したものを見るとこのカラーにしてみて大正解でした。近年流行しているパステルベージュとも言えるようなメタリック粒子やパール成分が入っていないレトロなカラーはフィアットを筆頭とした小さくて可愛い車にはぴったりですね。使用した霞色というカラー以外にも購入したので他のキットにも使ってみたいと思います。キット自体は富士見製で仮組み地点で調整部分が浮き彫りに。シャシーを組んだ際に前後のバンパーが浮いてしまう問題だったり、車高やトレッドがへんてこな部分、他にもボディラインなどを調整し完成までたどり着きました。しっかり調整するだけでこんなに素敵なアバルト500に変身。今回はレーシーなアバルトでしたが、今度は思いっきり可愛いに振り切ったフィアット500を制作してみようと思います。どうぞごゆっくりご覧になってください。ご視聴いただきありがとうございました。
う。